34万1000系。それは、韓国の首都圏電鉄4号線で運行されているコレイルの通勤電車である。4号線は首都圏の様々な場所に広がる通勤電車ネットワークのうちの水色の路線であり、ソウル駅はもちろんミョンドン、トンデムンなどといった有数の観光地を通るので、渡韓したら一度は乗ることになるだろう。この路線はコレイルのアンサン線のウイドからクンジョン間、クアチョン線のクンジョンからナムテヨン間、そしてコレイルとは別の地下鉄を運営しているソウル交通公社に乗り入れ、ナムテヨンからソウル駅を通ってタンゴゲまでと、チンジュプ線のタンゴゲからチンジュプ間で構成されている。コレイルの路線規格は交流25000ボルトで左側通行、ソウル交通公社の規格は直流1500ボルトで右側通行であり、硬直セクションのあるナムテヨンからソンバウィ間で2層構造を通じて、電車の通行する向きが入れ替わるという、これだけでも十分沼な路線だ。今回はそんなコレイルとソウル地下鉄の直通運転開始時から走っている韓国初の VVVF 電車のお話である。1980年代、元は1号線の支線であり、沿線の開発が急速に進んでいたアンサン線とクアチョン線を経由して、ソウル地下鉄4号線を直通する計画が立てられた。しかし、戦術の通り当時の鉄道庁と地下鉄公社で路線の規格が異なり、鉄道庁では抵抗制御の電車が使われ、地下鉄公社では直波制御の電車が使われていた。そこでクアチョン線建設の際にどちらの車両方式を採用するかで、鉄道庁と地下鉄公社が対立した。この時鉄道庁の抵抗制御電車は、低い加速度や低出力、発熱問題が指摘され、直通運転には適しておらず、これを鉄道庁が受け入れた。そこで鉄道庁、地下鉄公社の双方で高直流対応の新車の製造が決まった。34万1000系はそのうちの鉄道庁側の新車であり、当時は2030系を名乗っていた。開示点火0時制御で製造する予定だったが、途中で計画が変更された。1993年に韓国初の VVVF 電車として搬入された一次車は、西武6000系のような見た目の顔をしている。現地では平らを意味する言葉であるナッチャギと呼ばれ、日本人からはペタコと呼ばれることもある。後に1号線向けに全く同じ車両の31万1000系が導入されることになるが、ウプ主がまだ全形態の写真を撮れていないので、それはまた別の機会に触れよう。側面は205系の技術がふんだんに使用され、ドア窓もお子様ギャン泣き不可避の小窓となっている。主電動機は初期車が東芝 GTO、その後は東芝製の GTO をベースに同社と技術連携を結んだ、無人三純正の機器が採用された。閉塞方式はソウル地下鉄4号線とクアチョン線が ATC、アンサン線は ATS と異なったため、どちらも搭載された。電化さえされてればどこでも走れるような設計となっている。そして1993年から95年にかけて一次車は最初の編成である 2X30 編成から67編成の6両計38本が4号線と分断線に導入された。加えて1ヶ月遅れて地下鉄公社にも4000系と6両の4050系が導入され、1994年4月1日、ついに地下鉄4号線とクアチョンアンサン線の直通運転が始まった。ところが1995年、早くも各編成に変化が訪れる。アンサン線内のホーム延伸工事が完了し、4号線全車両の重量編成化が決定した。そこで 2X30 から 2X46、2X49、2X51 から 2X54 編成の計22本に中間車を4両新造して組み込み4号線専用とした。それ以外の編成は分断線専用となり、不要となる ATS と直流機器を撤去した。1996年にも追加で二次車の 2X70 から 2X72 編成の3本が投入され、4号線用ナッチャギの製造は終了。計25編成250両となった。アンサン線が全線開通し工術の試分車両事業所につながるまでは、全車両がアンサン駅横の車両事務所に配属された。2003年の手口地下鉄放火事件を受けて、2006年までに工術の3次車を含め内装をすべて不燃材に交換する工事がロインにて行われた。車内はコレイルブルーをベースと
とした青色の主張が激しくなり、1次車は床材の一部が青くなったが、2次車は全て灰色という相違点もある。当初はオレンジと赤の帯をまとっていたが、2005年に鉄道庁が校舎化されると、ソウル地下鉄4号線に合わせた水色と青に順次塗装が塗り替えられた。2011年には4月から11月にかけて34万1000系に改版され、編成番号が 341B1 から 341B25 編成に改められた。2003年からは機器更新も始まり、東芝 GTO から東芝ベースのウジンサン純正の IGBT に更新された。後述の編成組み替えによる一部車両の機器更新を除いて、2015年までに 341B1 から5、8、18から23、25編成の計13本が更新された。そして時は流れ2017年、1号線と4号線双方のナッチャギの一部の状態不良の車両が廃車された。まず1号線の 311B1 編成と2編成が編成を解体し、前車は 341B4 編成の中間車前車を後車は3、5、9号車を用いてそれぞれ 341B13、12、7編成の9号車を置き換えた。これ以降は1号線の車を新たに組み込むことはない。他にも2022年頃までに4号線車両の中だけで合計10回程度組み替えが行われたが、ややこしくなるので割愛する。これでようやく落ち着いたかと思われるかもしれない。だがしかし、ナッチャギの暴走は止まらない。先ほど10回程度組み替えが行われたと述べたが、その際に GTO と IGBT が混在する編成が何本か爆誕した。さすがにこのままで走らせるのはまずいので、当然 GTO の車両だけ IGBT に機器更新をして、営業運転に復帰させるのが一般的だろう。実際に 341B14 編成がこの例に該当する。しかし 341B10 編成の様子がおかしい。同編成は GTO のまま残っており、それの9号車を 341B4 編成の中間車で置き換えた。前述の通り、B4 編成は機器更新車である。先ほどと同じく B10 編成の残った中間車を IGBT に更新するだろうと思いきや、なんと、組み込んだ中間車を GTO に戻してしまったのである。確かに M 車4両分も更新するくらいなら、1両だけ戻した方が合理的ではあるが、このような例は滅多に見ない。挙句の果てには組み込んだ車両も改版せず、号車ステッカーも貼り替えず、塗装だけ変えて営業復帰させてるのだから驚きだ。なんだこの形態は。そんなナッチャギにもお別れの時期がやってきた。本来なら法定耐用年数に基づき落成から25年経った一次車は2018年から廃車されるはずだったが、多くの編成が精密安全診断に合格し、あと5年追加で営業運転が可能になった。2020年に追突した B23 編成を含む、特に安全診断を受けなかった二次車とそれに不合格となった B2 編成の一部は2021年内に運用離脱、そのまま廃車された。その後も故障が頻発、後述の4、5次車の不調により予備車も減少して老朽化も見逃せなくなり、2023年に入り急ピッチで廃車が進み、2023年12月11日、全車両が運用を離脱した。現在はほぼ全ての車両が解体され、341B1 編成が大韓民国初の VVVF インバータ電車として保存することを前提に安産分所で誘致。B5 編成の一部が試奮基地の訓練車に転用された以外では B9 編成が残存するくらいでお目にかかることはほぼ不可能だ。1999年には安山線の安山からお井戸間の延伸に伴って、3次車の 2X77 から 2X81 編成の5本が増備された。同時にお井戸駅付近に試奮車両事業所が完成し、ナッチャギが全編成そこへ転属した。こちらは現地ではトンブリと呼ばれる第2世代車両であり、日本語では丸いを意味している。性能や側面はほぼ第1世代と同一であるが、前面の形状が大きく変わり韓国要素がプラスされている。この顔は2002年から1号線にも、2004年からは分断線にも導入され
れたが、側面が209系や E231 系に準じた感じにマイナーチェンジされている。ちょうど製造年が韓国鉄道100年の節目だったこともあり、この年に製造された電車のドアのロゴは KTX が書かれた特別なものとなっている。ナッチャギと同様に2006年までに塗装変更と内装の不燃化工事が行われた。一次車と同じく床材の一部が青くなったが、施工場所が SLS 重工用と異なっている。また2011年に 341B26 から B30 編成に改版されている。2013年には 341B26 編成が IGBT に機器更新された。4号線トングリの中で唯一更新された編成となっている。その後はナッチャギと合わせて全消灯の LED 化が進められた。しかし画像の 341B28 と B29 編成の1号車は片方だけハロゲンのまま残された。その姿の写真は撮り忘れてしまい公開している。他には B29 編成と B30 編成で右上のコレイルロゴの色が異なったりと、ほぼ全編成で形態が異なってしまっている。もう訳がわからないところ変わって2022年8月頃、3号線では3000系ナッチャギの置き換えが進んでおり、車両不足となっていた。そこで 341B27 から29編成が臨時で貸し出された。なおちょうど1年後に4号線に返却されている。そしてトングリも25年の法定耐用年数が近づき、2024年に導入された6次車によって置き換えが決まり、同年11月に 341B26 編成を皮切りに運用を離脱。その後も置き換えが進み、12月24日、全編成が運用を離脱した。現在は全ての車両が解体され、もう見ることはできない。同時に4号線から鉄道庁時代の面影を残す編成が消滅となった。4次車は1次車の 341B1 から B7 編成を置き換えるため、2019年から 341B31 から B37 編成の計7本が製造された。現地では鼻やくちばしを意味するチュブンイと呼ばれている。2017年に鉄道安全法が変更され、衝突エネルギー吸収装置の設置が義務付けられ、とんがった形状になった。この車両からは硬直セクションに進入しても、車内照明が消灯しなくなった。主電動機は従来の東芝 IGBT に代わり、ヒュンダイロテム製の IPM-VVVF が採用された。車内は従来の車両に比べて明るくなり、行き先表示器も3色 LED からフルカラー LED に変更された。最近の車両なので比較的沼要素が減っただろうと思われただろうが、こいつも想像を絶するほどクセモノである。落成当初は1号線のチュブンイと同じく、シングルアームパンタオ3、5、9号車に1機ずつ搭載した。なので1号線の色違い版として今後も走っていくと思われたが、最初から 341B31 から B34 編成が1号線の赤塗装をまとって道路線で営業を開始したりと、初っ端から暴走している。これは線形抵抗車の早期廃車や1号線ナッチャギの2編成が廃車されたことによる1号線の深刻な車両不足が原因である。 B35 から B37 編成は4号線塗装で投入されたが、当初はまともに営業運転ができなかった。早速だが試運転の段階でソウル交通公社の直流区間でアーク現象が発生し、3、5、9号車にパンタグラフがもう1機追設された。その上で3号線のコレイル所属路線であるイル3線で試運転を行った。元は地下鉄4号線で試運転する予定だったが、この問題が原因でソウル交通公社側が試運転を拒否したこともある。そして2020年に入り5月、341B31 から34、36編成が1号線で営業を開始。元は B37 編成も1号線で走る予定だったが、6月に発生した追突事故でナッチャギの B23 編成が運用離脱すると、車両不足はさらに深刻化。急遽 B37 編成を4号線で運行する計画に変更された。そして8月、晴れて B37 編成が4号線で運行を開始したが、早速故障して運用を離脱した。そして9月にナッチャギの B2 編成が運用離脱すると、B35 編成も運用を開始したが、地下区間走行時にパンタグラフや前面に傷がついたりと、あまたの問題を引き起こし、2021年5月中旬に4号線運用を離脱。B37 編成は3ヶ月だけ1号線で運用されたが、B35 編成は車両土で
で放置された。そして9月中旬にどちらも4号線運用に復帰したが、1週間後に再び故障した。当該の B37 編成は修理して運用に復帰した。おまけに12月にも B35 編成が故障し、運悪く修理を終えてから1ヶ月もしないうちにまた故障した。壊れすぎである。さすがにこの状況を見逃せなかったコレイルは、2022年頃にパンタグラフをシングルアーム式から下枠交差式に交換して対処した。ちなみに1号線のチュブンイは直流区間が10キロもないため特に問題は起こらず、パンタグラフの交換や追設はされなかった。その後はナッチャギが数本運用離脱し、2022年初頭までに 341B33、B34、B36 編成が4号線で順次運用を開始した。製造から約2年後にようやく本来の4号線運用に入ることができた。B33、B34 編成は1号線塗装のまま4号線を走ったが、8月に塗り替えられている。そして4号線ナッチャギが風前の灯火と化していた。2023年11月、残った B31、B32 編成も1号線塗装のまま4号線運用に入った。これらに至っては4年越しに4号線で客扱いをしたことになる。カオスすぎる。その後は B32 編成が塗装変更され、2024年3月、341B31 編成が架線減速装置をつけるため、1号線のイムン基地に改装された。そこで塗装を4号線色に変えた後、釜山の方にあるヒュンダイロテムチャンゴン工場まで攻守輸送された。屋根上はかなりごつくなり、2025年2月後半に運用復帰した。何かと欠陥が多かった第3世代だが、現在は特に問題なく4号線を走っている。最後に紹介するのは第4世代5次車と6次車の2つがあり、前者はナッチャギの置き換え用として 341B38 から B55 編成の18編成が、後者はトングリの置き換え用として 341B56 から B60 編成の5編成が導入された。前述の通りチュブンイが地下区間で前面を損傷する事態が多発したため、5次車以降ではこれが改善されている。このため後、6次車は新チュブンイと呼ばれることがある。座席は7人掛けから6人掛けに、素材もモケットシートからプラスチックシートにそれぞれ変更されている。前面は4号線のラインカラーである水色が強調され、ブラックフェイスが目立つようになった。2021年に製造が始まり、5次車も4次車と同様にシングルアーム式で投入されたが、1年も経たずに下枠交差式に換装されている。4号線で運用に入る編成は事前にパンタグラフの換装を済ませてから運用に入った。341B41、B44、B45、B48 から B55 編成は1号線の車両不足を解消するべく4号線ナッチャギが運用離脱する直前まで1号線で走行した。ナッチャギが完全に引退した後も1号線に3本だけ残った。2023年12月には1号線が4チョンまで延伸し、4号線に戻される24年6月までの短期間4チョン乗り入れも果たしている。2024年2月に最初の編成が攻守輸送された6次車は当初より下枠交差パンタグラフを搭載した5次車から特に大きな変化はないが、ドアの模様が若干変わっているようだ。試運転を重ねて同年10月に営業を開始。しかし軽微な問題で2日程度で運用を離脱したが、トングリの車齢が25年に到達する前には運用に復帰している。こうして、4号線の旧型電車は全て置き換えられていった。現在は4号線とクアチョンアンサン線の丹後下から大井戸間で運用され、チンジュプ線には乗り入れない。ただし、2026年にチンジュプ車両事業所が完成し、チャンドン車両事業所が移転されると、チンジュプ線での運行も始まる予定だ。いかがでしたでしょうか。205系や日本の技術が使われ、韓国で初めて VVVF インバータを導入し、韓国の鉄道史に大きく名を残すことになりました。そして、他路線の近代化にも大きく貢献したコレールを語る上で欠かせない車両であることが見て取れたと思います。導入当初は VVVF の不調も多かったです
ですが、様々な改良が施されて、技術の向上にも貢献しています。今後、コレイル社はしばらく新車が入らなそうですが、ソウル交通公社の4050系は置き換えが進んでおり、まだまだ4号線からは目を離せませんね。4号線に乗った際には顔つきはあまりない旧型車のことも思い出してみてください。今回たびたび出てきた1号線の31万1000系の動画も素材が集まり次第上げますので、ぜひ首を長くしてお待ちください。今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。オヌルド、イーヨンサンウルシチョンヘジュショソ、カムサハムニダ。